今日はトウモロコシの天ぷらを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はトウモロコシの天ぷらを作りたいと思います。はい、ということで今回は今が旬のお野菜トウモロコシを使った簡単なレシピをご紹介していきます。今回の天ぷらはですね、トウモロコシの実がつながっている天ぷらにしていくんですけれども、そのやり方だったりとか、あとはですね、トウモロコシの風味や甘みをキープする方法などもご紹介していきます。ところどころね、ポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。トウモロコシ、薄力粉、片栗粉、マヨネーズ、お水、そしてあと彩りにししとうも一緒に揚げていきたいと思います。今回衣に片栗粉とあとはマヨネーズを加えていきます。こちらの2つを入れることで衣をサクサクに仕上げることができます。ということで早速こちらの材料で作っていきます。では作っていきます。今回のね、トウモロコシの天ぷらなんですが、トウモロコシを電子レンジで加熱して、その加熱したものを揚げていきます。電子レンジでね、やっていただいても大丈夫ですし、もちろん湯がいていただいても OK です。まずこの皮を剥きます。で、ヒゲの部分はね、まだ残しておいてください。はい。で、トウモロコシの皮は1枚ほどね、トウモロコシの粒が見えるぐらい残しておいてください。そしたらこちらの根っこの部分を折ります。ポキッとね。はい。そして皮ごと取ってください。今ね、このような状態です。このように1枚皮を残していただくことで、トウモロコシの風味とあとは旨味を残すことができます。そしたらこちらのトウモロコシを一度ね、水で濡らします。はい。こんな感じです。今ね、全体を濡らしました。そしたらこちらのトウモロコシをラップでくるみます。ひげごとくるんでください。このようにひげも一緒にくるみましょう。そしたらね、耐熱の器またはお皿を用意して、その上にトウモロコシを置きます。で、こちらを電子レンジ 600W で3分から5分ほど加熱していきます。こちらはですね、トウモロコシの大きさによって適正な加熱時間が変わる場合があるので、様子を見ながら調整してください。500W の場合はプラス15秒から20秒ほど加熱してみてください。では加熱します。はい、今5分加熱しました。そしたらね、やけどしないようにラップを取り外してください。本当に熱いのでね、こうやってね、キッチンペーパーをね、使っていただくといいかなと思います。そしたら今からトウモロコシの皮を剥きます。皮を剥くときはまずこのお尻の部分を1センチほど切り落としてください。切り落とすときはキッチンペーパーでトウモロコシを押さえて切りましょう。この時ね、怪我とあとはやけどに注意して切るようにしてください。では切り落とします。こんな感じ。しっかりとね、この部分を切り落としてください。そしたらね、今度はこのキッチンペーパーでヒゲの部分を持ちます。そしたらこのトウモロコシをですね、このまま縦にして上下に揺すっていきます。はい。そうするとこのように簡単に皮を剥くことができます。あと残った部分はね、スッと取りましょう。はい、OK です。皮を剥いたら手早くね、ラップでくるんでください。はい、こんな感じです。冷ます時はですね、こうやってラップでね、すぐくるんでいただくことで、トウモロコシの水分を逃がすことなく、かつ風味も残したまま冷ますことができます。そしてね、このようにすぐ包んでいただくと、このトウモロコシの実もプリッとした状態をキープすることができます。このまま粗熱を取って、その後粗熱が取れたら冷蔵庫でしっかりと冷やしてください。その理由はね、後ほど説明していきます。それではこちらをしっかりと一度冷やしていきます。はい、今冷蔵庫で冷やし終わりました。見ていただくとわかるんですけれども、シワも寄らず綺麗な仕上がりになってます。では今からこちらを天ぷらにしていきます。それではね、トウモロコシを切っていきます。まずね、こちらを3等分に切りましょう。この時芯が少し硬いので、手を怪我しないようにだけ十分に注意してください。ちょっとね、こう回しながら切っていただくといいかなと思います。包丁入れて、くるくるっと回して、入れて、回して入れてってやると簡単に切れます。そしたらね、粒だけ切り落としていきます。この芯がね、最終的に四角になるように4箇所でこうやって切っていきます。これ冷やした理由なんですけれども、ここでトウモロコシをきちんと冷やしておかないと、揚げた時にトウモロコシの実がバラバラになってしまいます。一旦冷ましていただくと、トウモロコシのでんぷんの効果でしっかりね、粒がくっついたまま揚げることができます。それでは実を切っていきます。はい、このようにくっ
ついたまま切ることができます。で、また切ります。はい、このように4カットして芯はこんな感じで残るように切ってください。で、こちらはね、あんまり雑に扱うとこれもねバラバラになりやすくなってしまいますので、優しく扱ってください。ではね、残りも同じように切っていきます。はい、これで OK です。このように身の部分は切ってください。それではここに薄くね薄力粉をまぶします。そうするとね、衣がしっかりついてくれます。で、裏側にもまぶしましょう。ちょっとね多いところはハケで払ってください。はい、トウモロコシの準備はこれで OK です。それでは続いて一緒に揚げていくこちらししとうですね。この準備もしていきます。ししとうはですね、かなり破裂しやすいので必ず切れ込みを入れてください。この部分に包丁で切れ込みを2箇所ぐらい入れておきます。このように入れてください。はい、ししとうの準備はこれで OK です。それでは衣を作っていきます。まずボウルにマヨネーズ、そしてここにまず水を少し加えます。そしてよく混ぜましょう。マヨネーズがねダマにならないようにしっかり混ぜてください。で、また加えます。そして徐々にマヨネーズをね緩めていきましょう。はい、 OK です。そうしましたらここに片栗粉、あとは薄力粉を加えます。両方振るわずにね入れちゃって OK です。そしたらこちらねダマにならないようによく混ぜましょう。はい、衣の準備はこれで OK です。そしたらここにねトウモロコシを入れていきます。入る分だけ入れていきます。で、このようにくぐらせてさっとね衣を絡めましょう。はい、こんな感じです。で、揚げる時は少し衣を払って揚げてください。こんな感じ。ちょっとねトウモロコシの粒が薄く透けるぐらいですね。このぐらい衣を取って揚げましょう。それでは油で揚げていきます。それでは揚げていきます。フライパンの底から1センチから 1.5 センチぐらいの油を注ぎ入れます。ちっちゃいフライパンとかでやっていただくと油の節約になると思います。それでは火にかけます。今回は170度から180度ぐらいの温度で揚げていくので、それまで油を温めます。はい、それでは適温になったので揚げていきます。で、目安としては菜箸を入れた時に菜箸の先端からプクプクプクっと泡が出るぐらいですね。そのぐらいになれば OK です。それでは揚げていきます。やけどしないように注意してください。はい、表面がねカラッと揚がるまで揚げていきます。カッと揚げるぐらいで OK です。はい、今ね1分ぐらい揚げました。衣がねカリッとすれば OK です。そしたら取り出します。はい、このように美味しそうに揚がりました。衣がサクサクに仕上がってます。では残りも同じように揚げていきます。はい、それでは続いてししとうを揚げていきます。ししとうはね素揚げしていきたいと思います。もちろん衣をつけていただいても OK です。ではこちらも同じ温度で揚げていきます。ししとうはね本当に跳ねるのでやけどだけには十分に注意してください。それでは素揚げしていきます。もうこちらもさっと揚げるぐらいで OK です。はい、 OK です。取り出します。はい、全部揚げ終わりました。これで油を切れば完成です。このまま3分ほど油切りしましょう。はい、これでトウモロコシ天ぷらの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように衣もサクサクで美味しそうに仕上がりました。そしてこちらがししとうの素揚げです。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。衣もサクサクで、何よりもトウモロコシがプリップリですっごく甘いです。塩とかねちょっとつけて食べていただいてもいいんですけど、トウモロコシ自体が本当にね甘いので、何もつけずに美味しく召し上がっていただけます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のトウモロコシの天ぷらのポイントです。まず
トウモロコシなんですが、トウモロコシはですね、今回電子レンジで加熱しました。こちらはお湯で湯がいていただいても OK です。今回みたいにね、電子レンジでやるときは、ヒゲの部分と、あとは一皮残した状態で、その後ラップでくるんで、そして電子レンジで加熱するようにしてください。加熱し終わった後なんですけれども、やけどしないようにヘタの部分を1センチほど切って、あとはね、ヒゲを持っていただいて上下に揺すっていただくと簡単にトウモロコシの皮を剥くことができます。そして皮を剥いたらすぐラップでくるんでしっかりと冷ますようにしてください。皮を剥いた後にすぐラップでくるむことによってトウモロコシの風味を残すことができて、かつトウモロコシの実にシワが寄ってしまうことを防ぐことができます。そしてこのトウモロコシはですね、粗熱が取れたら冷蔵庫でしっかりと冷やしてください。こちらをですね、温かいまま切ってしまうと実がばらついてしまいます。こちらを冷やしていただくことでトウモロコシのでんぷんの効果で切っても実がくっついたまま天ぷらにすることができます。粗熱を取って冷蔵庫に入れてだいたい1時間から2時間ほど冷やしていただくといいかなと思います。そして衣のポイントです。今回衣にはですね、片栗粉とマヨネーズを加えました。この2つを加えることで簡単にサクサクな天ぷらを作ることができます。マヨネーズに関しましては少しね、衣の味付けにもなりますので、ぜひ入れて作ってみてください。今回は彩りにししとうも一緒に素揚げしました。必ずししとうは切れ込みを入れてから揚げるようにしてください。この切れ込みを入れてもね、たまに油がパチパチ跳ねてくる時があるので、ししとうを揚げる時は特にやけどには注意して揚げるようにしてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。サクサクで美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はトウモロコシの天ぷらを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。